正弘のうまいのなんの。うまいのなんのの正弘です。前回に続きまして松茸の2回目なんですけども、京都に対して今度は東京です。虎ノ門ヒルズの一角に神田というひらがなで神田って神田博之さんのお店なんですが、なかなか分かんないんですね。虎ノ門ヒルズって広いところにあるんですけども、探そうと思ってもなかなか見つからない、表札1枚がないんですけども、またここが素敵な場所でありまして、そこにカウンターとテーブル席がある。こちらで先日松茸をいただいてまいりました。この松茸をお客様の目の前にプレゼンテーションしてくださるんですけども、ちょっと他のお店で拝見してる松茸と違うですね。砂だとか汚れがついてるんじゃなくて、綺麗に掃除してあるかっていうか、松茸の軸のところの表皮をですね、全部こう綺麗に削り取ってある。これがとても神田さんのユニークなところかな。どうしてもそういう風にしてからお客様のところにお見せしたいっていうようなことなんですけど、神田さんやっぱり1年のうち松茸のシーズンになると、さあどこのを使おうかなと毎年毎年苦労するようなことが多いようなんですけども、切ってみてどこが一番甘いか、どこが一番香りがいいかっていうようなとこで、なんとか生で食べられないか。だいたい焼き松茸にしてもお椀の中に入れたりしてもご飯に炊くにしても加熱しますよね。でも自分が味見をする時に生で食べて、とても軸の真ん中のあたりが美味しいと、甘みがあると、それをなんとか料理の中にできないかっていうんで、包丁で刻むように、本当にマッチ棒を刻むよりもっと細いかっていうような感じで包丁を入れたやつをカニと一緒に合わせて今回は出してください。これが本当に松茸の生ってこんなに甘くて美味しいもんかなっていうものを我々に教えてくださって、なるほど、これが神田流なのかなと思ったんですが、あとは汗をかかせる。もうジュースが出てしまっては何ともないんで、どの程度まで水分保水量を保ちながらしっとり汗をかかせるかっていうのが料理にとっての勝負らしくて、いつも、神田さん行くとお寿司が出てくるんですが、今回は松茸のお寿司でありました。下は軽い酢飯なんですけども、傘のとこ見ないとアワビかなって思わすような感じなんですが、薄くもない厚くもない松茸を本当にいい感じで汗をかかしたやつをお寿司の状態にして食べると、こういう松茸の香りと酢飯が合うのかって。お寿司屋さんで松茸なかなか使うことがあるかも分かりませんが、なかなか使わないですよね。そういうものを食べさせていただきました。あとはですね、お椀の中でももちろん古典的なハモ松、それは出てまいりました。神田さんの一番だし、お昆布と鰹節で取るんですが、本当に自分の気持ちを集中させないと、いただく前に深呼吸してからいただく。そうすると本当に淡い感じで清らかで澄んでる繊細、本当に儚い味なんですけども、旨味っていうものを、日本人なら感じ取れるかなと。そこの中に脂の乗ったハモと香りの豊かな松茸があって、お椀としてクラシックなんですけども、とてもモダンにできてて、それも堪能いたしました。それで最後の最後は、やっぱり松茸ご飯ですよね。松茸ご飯なんですが、出来上がりをいただくと、これ生じゃないかっていうくらいに、普通だったら炊き込んでしまいますよね。神田さんのところは実を言うと、お鍋の蓋を取りますと、なんと松茸がきれいに並んでるっていうことは、炊き上がる寸前に松茸を入れるそうなんです。やっぱり松茸に完全に火を通しちゃう、ご飯と一緒に炊き上げるんじゃない松茸の魅力を皆さんにお伝えしたくて、私はこういう風なやり方をしてるという風に神田さんはおっしゃってくださったんですが、いろいろ松茸料理を堪能した後、神田さんにとって松茸という食材はどんな魅力があるんでしょうかっていう風に、お聞きしましたんで、どうぞご覧ください。うまいのなんの。はい。いただきたいのは、料理人にとって松茸という食材はどんな魅力というか、料理人にとって、お客様にではなくて料理人にとってってことですよね。今私60歳なんですけども、若い時は松茸の美味しさってまずよく分かってなかったですね。その長谷園の松茸のお吸い物みたいな、あそこからのスタートじゃないですか。で、若い時は松茸の料理には必ず松茸エッセンスっていうの入れてたんですよ。僕が修行した大阪の店では。それちょっと入れて、で、ちょっと松茸のお吸い物の香りがするわけですよね。そういうもんだと思って、松茸自体に味があるとは思ってなかったかもしれない。だから煮出したら香りが良くなって、すだちと合ってみたいな。そういうもんだと思って作ってた。で、30ぐらいになって自分が料理長になってくると、やっぱりお客様に対する責任が生まれてくるので、自分が美味しい松茸料理を考えなきゃいけないな。でも正直その頃はまだ
国産松茸と中国松茸とかそういう海外松茸との違いはそこまでないと思ってました。お客様もそこまで分かんないだろうし、そこまで、だって値段がもうこんなに違うわけですから、お客様にとってこれだけの、ね、価格の開きのバリューっていうのは本当にあるのかなって。やっぱり30代の頃はやっぱりよく悩んでましたし、だから私40代独立するんですけども、独立した時も最初料理代やっぱり1万円から1万5千円ぐらいでやってたので、どうしても国産松茸とか使えないんです。でもお客さんにたまにやっぱりもう値段高くてもいいから国産使ってやってよって言われるんですけども、自分にはその違いを表現する力がまだないと思ってました。だから明らかに違うねって言ってもらわないと、中国産と国産の松茸やっぱり違うねってお客様に納得してもらえる、そこってなんだろうなってずっと考えてるんですよ。今ではやっぱり国産松茸やっぱりすごいと思ってます。すごくやっぱり全然違うものだなというふうに思ってますけども、毎年このシーズンになったら2週間3週間もう本当に勝負なんですよね。松茸との戦い、自分にとっては松茸との戦いなんですよ。今日例えばこういう松茸来た、昨日ちょっとなんか湿気てるからって風当てとけってスタッフに言ったけど、今日何も言ってなかったら風当ててる、でも今日の松茸乾いてる、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、自然なものですから、やっぱり中の水分量がすごい大切なんですよね。雨の日に取ったら湿気てるから、それは風を当ててちょっと飛ばさなきゃいけないけども、2、3日乾いてたとこが取ったらもう乾いてるので、それ以上乾かしたらダメで、中の水分量がどうなのか、虫食ってないのか、いろんなことを考えたり、あと大きさによってはこの軸のここのところが一番甘そうだからここを刻もうとか、ここは焼こうとか、こいつは揚げようとか、そういうのを一個一個やっぱりアナライズして見ていってやんなきゃいけないし、それが面白さでもありってところですかね。すいません。あくまで作る立場として言わせてもらいました。とてもやっぱり毎年来る松茸が年々違うと思うんですが、はい、魅力は変わらない。そうですね。去年は徳島の松茸が大豊作で、毎日徳島の松茸だけを使ってたんですよ。すごく柔らかくて、それはそれで良かったんですけど、今年はもう徳島全然出てなくて、岩手ばっかり使ってます。で岩手はやっぱり高地なので、どうしても土が硬いんだと思うんですね。軸のところが非常に硬いです。切り方とかも去年よりもちょっとやっぱりもうちょっと細くしてとか。はい、やっぱりなんていうんですかね、ある程度自己満かもしれないですけども、そういうことを考えながらやるところが面白い。やっぱり標高によっても全然やっぱり硬さが違うので。はい、そんなものでよろしかったでしょうか。普通こんな急にお願いしてなんか言ってくれないんですか。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。うまいのなんの美味しくいただきました。私たちは毎年秋になって松茸が出てくる。わあ、松茸だって。どこでできたやつ、取れたやつって、その程度の興味なんですが、やっぱり料理人さんって違いますよね。毎年毎年土地によって場所によって取れるタイミングによって松茸の魅力がそれぞれ違うっていうことを考えながら、お客さんにそこに付加価値をつけてお出しする。プロフェッショナルっていうのはさすがだな。京都の浜作の森川さん、東京神田の神田さんに松茸のことを伺いました。美味しくいただきました。